はい。では前世の、実際前世を見ていくってことをしていきます。そしたら、先ほどねやっていただいたレモンとか沖縄とか、サバンナだっけ、ケニアか、ケニアとかね、あの辺り見ていた場所、あの辺りに意識を向けてきます。意識っていうのはそのケニアを思い出すとかそういうわけではなくて、そこを見ていた場所なので、だから昨日何やってたかなって思い出す場所っていうのかな、頭の中なのか頭の後ろなのかはたまた前なのかっていう、それぞれ人によって場所は違うと思うんですけど、その辺り、イメージを見ていた場所に意識を向けるって感じですね。レモンを見ていた場所、沖縄を見ていた場所、同じだと思うんですけど、沖縄って思うとそうだね、私だと頭の中だね。消化体を使ってるっていう言われてますけど、頭の中に消化体っていうね、知覚機能があるんですね。いろんなものをキャッチする場所があるんですけど、やっぱりそこら辺使ってるのかなと思います。ただなんか別にそこじゃなくていいです。ご自分の一番感じる場所だし、どこって決めなくても違うとこで見たりするのかもしれないし、ただ先ほどイメージを見た場所っていうことですね。じゃあそこあたりに意識を向けて、言葉としては、前世いっぱいあるからね、今自分に必要な前世っていう感じで出していきます。じゃあ、いきましょう。今自分に必要な前世でこういうのですね。でさっきの、レモンとか沖縄とかケニアを思い出した場所あたりに意識を向ける、頭の中かな、意識を向けると前世が出てきます。で最初出てくるのはだいたいね、じわじわっと背景から出てくることが多いですね。石畳とか、なんだろう、森とか木とか山とか建物とか、そんな感じで出てくることが多いです。でじゃあ私、今自分に必要な前世、江戸時代、もう時代がねパッと出てきちゃったんだけど、お侍さん出てきちゃった私人がねパッと出てくることは結構少ないですね。いっぱい見てると出てくるけど、最初はやっぱ背景、じゃあ私も背景から見ていくね。なんか街中みたいなとこだからいっぱい人がいる感じだね、私のやつ。皆さんはどうですかね。人がもし出てこなかったら、私はどこにいますかって言って、ちょっと早送りをしていきます。自分はどこにいますかって言ってください。で出てきた人が、まず男の人か女の人かを見ていきます。私は男の人です。年齢はなんかちょんまげしてるからちょっと分かんないんだけど35ぐらいかな、痩せてる人、日本人です。あなたの前世はどんな感じですか。どんな姿かな。髪型とか顔とかね、洋服とかいろいろ見ながら時代を読んでいきます。やっぱりよく見ていくと見えるから、どの時代に自分が生きてたのかなって分かると、なんかいろいろルーツが分かった人面白いんですね。だから、最初背景から出てきたら巻き戻し、早送りをして見ていくって感じですね。自分がどんな人か分かりましたかね。そしたら次、やっぱり何かが原因で出してきてるわけだから、何が原因ですかって聞きます。その時にもう原因が分かってたらそれでいいんだけど、今私もお侍さんしか出てきてないし、何が原因か分かんないから聞いてみますね。何が原因で出してきてるんですか。でその人が喋ってくれたりとか、その映像が教えてくれたり、直感でパーンと来たりする感じですね。私のやつは、やりたくない仕事をしていて嫌だったっていう感じですね。すごいやっぱり嫌な仕事、お金関係の仕事してて、やっぱり人の裏とかいろいろ見えるからね、嫌だったみたいだね。
皆さんは何が原因でそれを出してきてるか分かりましたかね。例えばお母さんに大事にされなかったとか、労働者みたいな扱いされてたとか、恋愛でうまくいかなくてね、そう悲しくて泣いてるとかね、そういう感じのいろいろ原因があって出してきてますので、それを今の自分が理解してあげれば癒されちゃうんですよね。で私のやつは、お金関係のね、それが嫌だったんだ、嫌な仕事だったんだね、じゃあどんな仕事したかったのかな、聞いてみます。何やりたかったの、もっとなんか自由にやりたかったっていう感じで言ってますね。じゃあね、皆さんのその前世のあなたっていうのは何をやりたかったのか聞いてみてください。どういう風になりたかったか聞いてみます。でそれが分かったらそれをやらせてあげるっていうイメージにすればいいのね。私はだから自由になりたくて、修行僧みたいな格好をしたかったのかな。全然違うね。結構キリッとした格好してるから、もっと自由に自分で時間とかにね拘束されずにいたかったっていうのがあるみたいだから、そのイメージにしてあげる感じね。それをやってきます。それをねイメージするだけでいいですね。じわじわっとイメージするだけでいいから、それで入れ替わっちゃうんですよね。あなたの前世のあなたは何をしたかったのかっていうのを見ていただいて、それをやらしてあげます。それをイメージするだけで笑顔のね、私は今お侍さん笑顔になったから、これでも入れ替わりました。あなたの前世のあなたのやりたかったことをやらせてあげると笑顔になると思いますので、それをやらせてあげます。笑顔とかね、落ち着いた感じになるっていうのかな。それをやらせてあげます。はい。これでね、前世見て書き換えっていうのが終わっちゃいますのでね、とっても簡単なんですけど、これでねやっぱり今の自分が変わるっていうことができますので、皆さんもねどんどんやっていただくといいんじゃないかなと思います。最初から、続けて3回、今回やったんですけれども、やっぱりねご自分でどんどん前世も見ていくと、できるようになりますので、まず見るときは、自分に必要な前世と思っていただいて、何が原因か見ていく。あとどの時代かとか見るとかね。でやりたかったことを聞いて、やりたかったことをやらせてあげるようなイメージにすると書き換わるって感じですね。であとはね、この人とこの人の前世とかね、自分と旦那さんの前世とか、自分と彼の前世とか妹の前世とか、自分と親の前世とか、夫婦ね、自分の親2人の前世とか、そんな感じで見ることもできますので、好きなようにやっていただくといいんじゃないかなと思います。ではまた。以上前世でした。